ベゼル、ダイヤル、ベルトをマクロレンズを使ってじっくりと見る動画です。ベゼルは他の部分に比べてキラキラしていたので表面仕上げかと思っていましたが、拡大してみて表面がザラザラしていたのでちょっと違うなと思いました。プロテクションの部分を拡大してみます。ベゼルはやっぱり表面仕上げとは違います。プロテクションの字の成形は綺麗にできています。次はベゼルの下側の G-SHOCK の部分を拡大してみます。G-SHOCK の文字はベゼルよりもへこんでいて黒色の色がつけられています。ベゼルの右側を見てみます。B ボタンの周りの円の部分がへこんでいます。へこんでいる円の部分にオレンジ色の色がつけられています。スタート、ストップ、D の文字が凹凸で書かれています。この部分が一番複雑な成形がされています。C モードと書かれてある字は印字されているだけで凹凸はありません。スプリット、リセット、A と書かれてある文字はここも凹凸がなく普通に印字されています。ここからは液晶の周りに書かれてある文字を見てみます。オレンジ色でアジャストと書かれています。次は上側を見てみます。カシオ、タフソーラー、マルチバンド6、Bluetooth と書かれています。オレンジ色でレシービングと書いてあります。下側はオレンジ色でウォーター20バーレジストと書いてあります。白色でショックレジスタントストラクチャープロテクツザケース&ベゼルフロムインデュースドショックと書いてあります。反転液晶の時刻の部分を拡大してみます。ちょうど6時1分になります。数字の変わる瞬間をスローで見てみます。日付は四角の配列で文字が形成されています。ケースを横から見てみます。ボタンとボタンの間も表面仕上げかと思っていましたが、ちょっとデコボコしているので違うような感じがします。ボタンに光を当ててみます。ラグの部分のマイナスのネジを拡大してみます。ベルトのサイドの部分に光を当ててみます。ここも鏡面仕上げみたいな感じなのですが、結構デコボコしているのがわかります。ラグの部分にファインレジンクッショニングと書いてあります。ファインレジンパーツにピントを合わせてみます。黒色でザラザラな質感なのがよくわかります。ここからはベルトを見てみます。ベルトとベルトの間の鏡面仕上げっぽいところに光を当ててみます。光はきれいに広がります。デコボコな部分があります。止めて拡大してみます。ベルトの1コマを拡大してみます。ベースチタニウム S1474DV-01 と書いてあります。拡大したことでベルトの表面の質感がよくわかります。ちょっとザラザラしています。肉抜きした穴を見てみます。穴の中にも色がついており、ザラッとした質感なのがわかります。ジョイントピンリモーバルと矢印が刻印されています。拡大してみます。このコマは2色に塗り分けられているのですが、多少直線が歪んでいるように見えます。マスキングをしながらカラー IP を重ねているみたいなので、その影響かもしれません。ベルトとバックルのサイドに光を当ててみます。表面仕上げっぽいのですが、ここもやっぱりザラッとしているのがわかります。バックルの左側から右側に徐々にピントを合わせていきます。マルチバンド63459と書いてあります。
その下に小さい文字とマークがついています。バンドの金具にベースチタニウムと書いてあるのがわかります。ショックレジスタントと書いてある裏蓋もザラッとした表面なのがわかります。裏蓋でもこの部分はキラッとしていたので光を当ててみます。研磨の跡もわかるので拡大して留めてみます。肉眼では鏡面仕上げかと思っていたベゼルなども拡大してみると案外ザラッとしてたので表面仕上げの部分は少ないのかもしれません。ベルトと裏蓋の表面仕上げっぽいところを見てみると研磨の磨き跡がプレサージュに近いような感じがします。ちょっとデコボコが目立つのでベルトのザラッとしたサメ肌みたいな質感はいいと思います。次の動画では機能の説明をしたいと思います。これからも参考になる動画、おっと思わせる動画、新しい発見の動画を投稿していきたいと思います。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。